こんにちは、カズマです。動画をご覧いただきありがとうございます。1月19日日曜日、時刻は昼の2時半を回りました。もう2時か。てか早っ。めっちゃ時間経つの早いですね。こうして、今カメラに向かって話をしているわけなんですけれども、久しぶりの動画撮影ということもあって、ここに来るまでもう何回も撮り直しをしていたんですよね。たまに間を空けて動画を撮るってなった際、あれどんな風に撮ればいいんだろうとか、あれどんな風に喋ればいいんだっていう風に感覚が鈍るんですよね。本当に感覚が鈍るんですよ。で、基本的に僕、こうしてアドリブで喋ってるんですけれども、台本を作るのが面倒くさいというか、そう、すごい面倒くさがりなんで、あまりそういう堅苦しいことはしたくないし、そんななんか、フォーマルな話っていうのもあんまりしたくないんですよね。僕のチャンネルっていうのは、基本的にVlog をメインに撮ってるわけでして、最近はカメラに三脚をつけた状態で、この地面に置いて、で、ワイヤレスマイクをつないだ状態で、こういう形式で、話をすることが多いんですけれども、意外とやりやすいんですよね、この方が。今日に関しては、幸い気温も若干高いですね。先週の金曜日や土曜日と比べたら、今日は割とあったかいですね。で、ご覧の通りもう空が真っ青でして、もう雲一つないですし、で雪も降ってないし、これだったらもう外で動画を撮った方が、こう開放感があるというか、この空間の広がりを演出する上では、これが一番ベストじゃないかなと思って、それで今回こうして、カメラを持ってきて、こういう形で、動画を撮っています。継続することのその難しさ、その大変さについて話したいと思います。これはあくまでも僕個人の見解に基づいた内容ですので、話半分で見ていただけると幸いです。ラジオ感覚でお聞きください。何か情報発信をするときに、もう1から10まで丁寧に説明しないととか、なんか全部もう一文字一句より分かりやすい形でやらないといけないとか、もっとその内容をしっかり固めた上で動画を撮らないといけないっていうふうに考えている人たくさんいると思うんですよ。特に日本人の場合はその完璧主義というか、なんだろうな、その減点方式で何でもかんでもダメ出しをつけたがるような人いるかもしれないけれど、もうそういうのはもう無視していいです。だってこれ YouTube もそうですし、ポッドキャストもそうだし、あとはブログを書くとき、何でもそうですけれど、基本的に個人で何かを発信しているわけなんだから、別に誰かに対してとやかく言われるわけじゃないですし、日本のテレビ番組みたいになんかスポンサーがいるとか、番組側の意向でこういう話を交えて、進めてくださいとか、なんかそういったルールであったり、なんだろうな、発言の制約が課せられるっていうわけでもないんで、基本的にもっと自由にやってもいいんじゃないかなって思うんですよね。その方がリアリティがあって面白いですし、これまで見てきた YouTube やあとはポッドキャストもそうだけれど、みんなすごく自分自身のその見解であったり、そのこれまで経験してきたものやありのまま感じたことをリアルな目線で話をしている。そういうそのリアリティあふれるものが僕すごい好きなんですよね。旅をしている人の動画もそうですし、あとは僕がその今まで目にしたことのない景色であったり、今まで触れたことのないような分野の話であったり、その全く異なるその業界、全く異なるその業種の話などもそうだけれど、こういったその YouTube であったり、ポッドキャストやそのブログ、僕は普段ノートもやってるんですけれど、個人で発信しているものを見ることによって、自分自身のなんていうのかな、価値観がアップデートされるっていうわけじゃないけれど、自分の中のその価値観であったり、あとは見聞が広がることであったり、そう知らないものを知ることのそうワクワク感が増してくること、そういうのが楽しいんですよね。僕は普段 YouTube とノート、この2つをやってるんですけれども、いずれも何かその自分が体験してきたことや
何かちょっと自分が今話したいことや関心のあることについて、話をする。今自分の頭の中にあるものをこう表に出すこと、そのアウトプットする機会を交えないと、なんだろうな、その言語化する力がどんどん失われていくんですよね。なんかこうやって何かその自分が今考えていることをこうやってカメラに向かって話す時もそうですし、今考えていることを例えば紙に書いたりとか、そのパソコンのそのキーボードを使用してで文字を打ったりとか、なんかそうやってアウトプットする力がどんどん減っていくんで、そうやって間を空けてしまうと、なんかいろんなアイデアが生まれなくなる。何をするにしてもすごいプレッシャーを感じたりとか、ハードルが上がってしまったりとか、まあ簡単に言うともう何に対してもやる気が出なくなってしまうんですよね。一度間が空いてしまうと。そのこともあって、継続するのって意外と難しいなと思うんですよ。で、日頃の日常生活において、例えば仕事を終えた後だったり、もしくはまあね、何かこう失敗してそれで怒鳴られたりとか、なんかダメ出しされたりとか、なんかそうやってもうストレスを抱えている時や、もう精神的なダメージを受けて、それでもうすげえしんどいなっていう気持ちを抱えている時って、ぶっちゃけ何もしたくないと思うんですよね。それは気持ちはわかります。僕も正直すごいしんどいなって思う時ありますよ。この YouTube だって動画を撮った後、それをパソコンの画面に取り込んで編集ソフトで、まあ、例えばいらない部分をカットしたりとか、あとはそうね、必要に応じて BGM を入れたりとか、あとは映像におけるこの色味を調整したりとか、まあその他にもちょっとしたやることは、まあ、あるんですけれども、時々それが面倒くさくなるんですよね。僕はまあ好きでやってるから、まあ、別にいいんですけれども、たまに何もしたくねえなっていう時があるんですよ。で、特にこの今の冬の時期なんですけれど、なんだかね、メンタルが安定しないというか、気持ちが塞ぎ込んでしまうんですよ。まあ、天気の影響もありますし、その気圧の変化であったり、あとは去年の年末あたり、もう久しぶりに風邪をひいてしまって、風邪ひいてる間って、何も前向きな気持ちにはならないし、もうこれがもう自分の人生の最後の瞬間なのかなみたいな、そういう死を予感するぐらいもう気持ちが塞ぎ込んでしまうんですよね。で、病は気からって言うけれど、本当その通りだなと思って、もう何も意欲が湧かない、もう食欲も上がらず、体を動かしたいっていう気持ちにもならず、もう何もいいことねえなと思って、まあここ最近はぶっちゃけメンタルがあんまりね安定していなかったです。で、何かをするにしても全然やる気が起きなかったりとか、もう全然モチベーションが上がらないとか、いやー結構しんどかったですね。で、そこで思ったのが、やっぱり人って環境に左右されるんだろうなと思ったんですよ。例えば勉強する時もそうですし、仕事をする時もそうですし、パソコンを使って何か作業をする時とか情報を調べる時もそうだけれど、何をするにしてもやっぱり環境を整えないと人って何にも行動を起こさないんだろうなと思ったんですよ。まあそこら辺はね、自分もちょっと、まあ反省というか、まあ今後の方向性について考えた結果、もう今住んでる場所からどこか違うところに移り住もうかなと思うんですよね。まあ引っ越しをするってなると当然お金もかかりますし、まあ仕事の面でも、まあどうやって生計を立てていけばいいかなとかいろいろ考えることはあるんですけれども、まあかといって、もう不安ばっかり想像して、で、失敗することばかり恐れていたりすると、いつまで経っても何も行動を起こさなくなってしまうんですよね。じっとしてる間、こうやって塞ぎ込んでる間は、まあそういう負の感情が湧き上がるというか、まああることないこと、その不安なイメージばかりが頭の中に出てしまうことはあると思うんですけれども、まあ大抵のことは、まあ、動いてれば、ある程度のことは、まあ、解決できたりするんですよね。
例えば僕もこうして動画撮影をする時、始めたての時はもうすごい緊張していたし、どんな風に喋ったらいいかわからない、どんなものを撮っていけばいいかわからない中でいきなり始めたわけなんですけれども、Vlog をメインに動画を撮りたいっていうものの、どんな風に、動画を撮ればいいんだろうとか、どの角度でどういう風に映せばいいんだろうとか、いろいろ考えてはいたんですよね。すごく悩まされるというか、編集のやり方も当時はすごくもう大変だったわけですし、慣れない編集ソフトをもう見よう見まねでもうただひたすら触れて、もうトライアンドエラーを繰り返しながら続けてきたわけなんですけれども、結果的にはこうして続いているわけですし、こんなものすごい飽き性な僕でも、飽きっぽい性格の僕でもこうして続いているわけですので、大抵のことは手を動かしながら考えること、もう行動し続けることがやっぱり大切なんだろうなっていうふうに僕はそう感じましたね。例えば、この他にもその国内旅もそうですし、海外旅をしてる間もそうだけれど、うずくまっていたところで何も変わらないし、もうある程度追い詰められていると、人って嫌でも頭が働くんですよね。もうこの日までに、この時間までに何とかしなきゃっていう意識が生まれるんで、やっぱり人ってある程度は自分を追い込むことも大事なのかなと思ったんですよ。それこそある程度期間を決めて、この日までになんとかする、この日までに間に合わせるっていう風にして期限を設けることであったり、あとは適度に今いる場所から、違うところに行くこと、その環境を変えること、場所を変えることもやっぱり、そのモチベーションを上げることであったり、やる気アップにつなげることも兼ねて、やっぱり環境を変えるのってすごく大切なんじゃないかなって内心そう思ったんですよ。こうして動画を撮る時もなるべく外で動画を撮るようにしてるけれど、最近ねちょっとこの場所でこの場所で動画を撮るのもちょっと飽きてきたんですよね。それぐらい僕が飽き性なんで、今後新たに動画を撮る際はもう今住んでいる街以外の場所で動画を撮りたいですし、それこそ日本全国どこかの違う場所で、その地にある景色を交えて、動画を撮り続けていきたいなというふうに考えてます。今頭の中で思い描いてるのは大体そんな感じですね。現時点での今僕が単純に関心のあることや単純に話したいと思ったこと、今興味のあることや純粋に話したいことについてただありのままこうやってカメラに向かって喋ってるだけなんですけれども、意外と雑談形式で喋るのって難しいんですよね。家族と話をする時もそうだし、自分にとっての親しい友人や知人と話をする時もそうだけれど、こういう時その人の話術というかトークスキルが求められるんですよね。それこそどこか違う場所に行ってその地に住む人と出会って話をする時もそうだし、あとは僕の場合去年、ヒッチハイクで旅をしていた時もそうだったけれど、その時その時でしか出会えないような人と会って車の中で話をする時もそうだけれど、いかに、話を盛り上げるための話術であったり、あとはいろんな話題に触れることと、いろんな話に対応できるようにするための情報の引き出しを増やすこと、これがすごく大切だなって思ったんですよね。コミュニケーションスキルでもありますし、やっぱり自分が興味関心のあることや今まで触れてきたこと、ある程度いろんなものに触れること、いろんな経験を積み重ねることによって自分自身の成長につなげること、これがすごく大切なわけですよ。このことについて、日本においてはね、なんだか、安定志向というか、なんだかね、何かする前にすごい不安に感じてしまう国民性なのかもしれないけれど、不安なことばかり考えていたり、失敗したらどうしようとか、そういうことばかり考えているといつまでたっても行動しないし、ただ時間だけが過ぎていって気がついたらもう五体不満足、もう動けない体になっている、もうそういう結末を迎える
パターンだって十分にありえるわけですよ。本当にもう時間経つのはあっという間ですし、今情勢もどんどん変わっていますし、いろんな情報に触れて、いろんなものに、触れて自分の頭で考えて、その上で自分がなすべきこと、自分自身が本当にやらなければならないこと、自分がなすべきことは何なのかを自分の中で、決めること、その意思決定をする力も大切だというふうに僕はそう思いますね。人生においてはね、もういろんな選択肢がもうそこら中にたくさんあるわけですし、何が自分に合ってるのか、どんな生き方であれ、どんな働き方であれ、どんな場所で暮らすのかが自分にとっての幸せなのか、それは自分にしかわからないし、それは他人に決めてもらうものじゃないんで、いずれにせよ、そういった人生における何かを選ぶとき、何かを決める瞬間っていうのは、もうそれは全て、自分で判断すること、これがすごく大切だというふうに僕はそう思います。っていう感じですね。なんだろうな、その雑談形式で喋るのって結構難しいんですよね。話の流れに沿って、こっちへ行ったりあっちへ行ったりとか、いろいろね、こうランダムに変わってくると思うけれど、そういう面でやっぱりその人の人間力が試されるわけですし、コミュニケーション力というか、その情報の引き出しの多さが試されるわけでもありますんで、僕もいろんな人と接する中でまだまだそのコミュニケーション力の足りなさというか、どういうふうに振る舞えばいいかとか、どういうふうに話を組み立てて、その上でもっと楽しく、より分かりやすく相手に伝えればいいかとか、話すべき内容についていろいろ考えながら、その時その瞬間に合わせて、言葉を選ぶっていうのもそうだし、やっぱりね、難しいんですよね、人と話すのって。僕がこうして動画撮影をする際に大切にしてるのはイメージなんですけれども、目の前に自分にとってその仲のいい人と話をする時の様子をイメージしながらカメラに向かって喋るようにしてますね。そうすることで少し緊張が和らぐわけですし、日常生活の中で気軽な気持ちで今日もこうして、カメラに向かって話そうかなであったり、もしくはラジオ形式で、音声を録音するのでもいいし、なるべく自分にとって気負わず気軽な気持ちで話をすること、できる限りハードルを低く設定することが大切だと思います。何かを続けることであったり、何か勉強する時もそうだし、作業をする時もそうだし、何か目の前でもうできるだけ早く取り組むべきこと、何でもいいですけれど、何かする際のハードルはできる限り低くした方が、今後自分が今取り組んでいることについて継続しやすくなるんじゃないかなというふうに僕はそう思います。というわけで、今回もただひたすらありのまま思ったことについて、ただひたすら喋っていたわけなんですけれども、いつも僕の動画を見てくださっている視聴者の皆さん、誠にありがとうございます。そろそろ時間ですので、この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。もし今回の動画がいいなと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは次回お会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。